空見くん、ちょっと聞いてもいい？なーに？前に200ページ以上の推理小説を30分もあれば読み終わるって言っていたでしょ？言ってたね。どうしたらそんなに早く読めるか教えてもらえない？いいけど、教えてすぐできることじゃないよ。わかってる。でも私も早く読めるようになりたいから教えて。わかった。じゃあ、まずはどんな本が好きかなんだけど。空見くんが推理小説を読んでいるから私も同じ本がいいな。好きな本じゃないと長続きしないから、早く読むことができるようにならないよ。大丈夫。私も推理小説に興味があるからそれでお願い。わかった。じゃあ、お昼休みに図書館に行って、僕が読んだ推理小説を教えるね。ありがとう。これなんかどう？面白そう。じゃあ、これ借りてみて。借りてくるね。今日借りた推理小説を家に帰って読むときに、時間がかかってもいいから、場面の映像を思い浮かべながら読んでみて。場面の映像を思い浮かべながらってどんな感じ？映画やドラマって脚本から映像が作られるでしょ？推理小説に場所や登場人物の状態が文章で表現されているから、頭の中でそれを映像にするってことだよ。今日帰ってからやってみるね。どうだった？映像を思い浮かべながら読んでみたけど、すごく時間がかかって半分も読めなかった。最初はそうだろうね。僕は小学校に入るずっと前からやっているから、すぐには難しいだろうね。小学校に入るずっと前から映像を思い浮かべて読んでいたの？幼稚園に入る前から家にある本は手当たり次第に読んでいたからね。すごすぎる。やっと一冊読み終わったよ。一冊読むのに4時間以上かかっちゃった。最初なんだから遅くないと思うけど。そう？よかった。次は違う推理小説を読むの？面白くないかもしれないけど、同じ本を映像を思い浮かべながら繰り返し読むんだよ。同じものを読むんだ。普通、1回読んだ推理小説は結末が分かっているから面白くないって言われるけど、2回目以降は1回目より映像が鮮明になってくると思うし、1回目で気がつかなかった景色や登場人物の状態も見えてきたりするもんだよ。そうなんだね。2回目読んでみるね。2回目は2時間で読めたよ。早いね。1回目に読んだ時の映像が頭の中に残っていたから早くなったし、1回目で気がつかなかった情景も気がつけたよ。すごいね。でも空見くんは1回目で30分なんでしょ。まだまだだよね。じゃあ、同じ本を映像を思い浮かべながら30分で読めるまで続けようね。続けてみるね。じゃあ、同じ本を30分で読めるようになったら次を教えるね。推理小説だけでなく、文章で表現されている情景を映像で思い浮かべながら読むことで、文字を読むというよりは文字から映像を作る感覚で読書をすることになり、読むことが早くなるだけでなく、文字から映像を作る習慣ができて、記憶が映像となり、より記憶が正確になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とベルマークをポチッとお願いいたします。